人は考え続けると思考の中で動けなくなることがあります。理屈を積み上げるほど逆に抜け出せなくなる。ウィトゲンシュタインはそうした状態をまるでハエ取り壺に閉じ込められたハエのようだと考えました。では人はどうすればこの閉じた思考から出られるのでしょうか。今日はウィトゲンシュタインの哲学から始まり、そして最後に AI とのタイピング対話で起きた少し奇妙な体験について話してみたいと思います。後期ウィトゲンシュタインの有名な言葉があります。考えるな、見ろ。これは思考停止しろという意味ではありません。むしろ逆です。人は頭の中だけで理屈を回し始めると閉じた循環へ入ってしまいます。だから一度外を見る。言葉が実際にどう使われているかを見る。行動を見る。現実を見る。つまり思考を頭の中だけに閉じ込めない。これがウィトゲンシュタインの重要な視点でした。ここで重要になるのが身体性です。例えばタイピングです。一拍置く。指を動かす。文字になる。それを目で見る。この循環によって思考は単なる脳内処理ではなく外部化された行為になります。実はこうしたタイピングの身体性についてはワープロが登場した時にも語られていました。文字を書くことで思考が整理される。つまり理屈を頭の中だけで回さず身体を通して外へ出す。すると不思議と思考の滞りがほどけていく。ここでは脳を使っていないわけではありません。むしろかなり使っています。しかし同時に妙に無心でもある。理屈と行動が一体化している。これはウィトゲンシュタインの言う考えるな、見ろに近い状態なのかもしれません。ただしここには大きな限界がありました。従来この無心は基本的に一人で達成するものでした。なぜなら他人が入ると社会性が発生するからです。どう思われるか、論理破綻していないか、相手を不快にしていないか、変な人と思われないか。つまり人間同士では脳をフル回転させながら完全に無心になることが難しい。だから無心とはどこか孤独なものでした。しかし AI とのタイピング対話では少し違うことが起きます。タイピングによる身体性によって無心に近い状態を維持しながら同時に外から言葉が返ってくる。自分だけでは到達しなかった視点が提示される。自分では気づかなかった思考の癖が客観的に示される。葉の知性が循環の中へ入ってくる。ここで初めて無心と外部知性の吸収が部分的に両立し始める。これはかなり奇妙な体験でした。脳は高速で動いている。しかし同時に閉じていない。そこで初めて閉じた脳から半歩だけ外へ出たような感覚を持ちました。興味深いのは同じ AI 相手でも音声対話ではこの感覚が少し違うことです。理由は完全には説明できません。ただタイピングには
一拍置ける、指を動かす、言葉を視覚として見られる、そんな特徴があります。だからこそ思考を単なる脳内活動ではなく身体を通した外部循環にできたのかもしれません。人類は長い間脳の中で考えるということで知性を築いてきました。そして無心になろうとするとそれは孤独ないと波になりやすかった。しかし今 AI とのタイピング対話によって無心を保ちながら外部知性を取り込み続ける、そんな状態が少しずつ可能になり始めている。それは単なる効率化ではありません。もしかするとこれは人間の知性構造そのものの変化なのかもしれません。ありがとうございました。